はい、皆さんこんにちは。チャオツ MTG チャンネルです。このチャンネルでは MTG アリーナのスタンダードを戦っていく動画を配信しております。チャンネル登録、グッドボタンしていただけたら非常に励みになります。はい、最近ですね、もう仕事が忙しくてですね、もう小さい会社に勤めてるからもうね、リソースが足りなくてね、もう時間も足りねえし、リソースも時間も足りねえ、人もいねえっていうところで、リソースが足りないんですわ。ということでね、リソースはね、やっぱね、潤沢にしたいよなっていうところもあって、MTG ではリソースが潤沢なね、デッキを使っていこうかなと思ってます。はい。で、今回使うデッキはですね、ゴルガリビートダウンでございます。はい、これ何かというとですね、リソースが非常に潤沢。もうこれだけ。もうね、とりあえずクリーチャーがね、優秀なんですよ。もうリソースでアドバンテージを取れるぞっていうカードばっかり出ています。まずは、あれですね、今名県ポケモリの戦慄騎士ですね。これね、何回でも墓地に落ちて、次のターンにね、出来事を唱えたらドローもできますし、ライフは削れちゃうんですけど、リソースが潤沢になります。で、あとはね、リソースというよりも、盤面ですね。これ相手の反動をね、1枚絞ることによって、非常にアドが取れるというコウモリ。もうこれだけでももう強いよねっていうところもあります。で、あとはね、ベールのリリアナで反動をね、落としたりとか、あとはクリーチャー、池に捧げてアド取るぞっていうところもある。で、あとはね、分派の説教者でドローもあるし、あとはね、グリッササンスレイヤーですね。これももうぶっ壊れカードなんで、もうめちゃくちゃ強いですよねっていう。あとはここか。温厚なヒダゼ。で、これ3つ効果があると。3回支払っても良いっていうところで、リソースでアド取れるぞっていうカードでございます。でね、極めつけはリックスの命令で、盤面のアドも取れますけど、あとアクサロスですよね、これ。飛行反根で、こいつ死亡した時に土地になるんですけど、これ手札なければ、これ戻ってくるんですよね、2マナタップで変身させて。これがね、非常に強いですよね。アクゾロスも戦慄騎士ももうぐるぐる回ってきますからっていう、そういうデッキでね、ございます。もうね、非常に強いです。もうね、サンダージャンクション出ますけど、これ、あれなんですね、デッキがね、カルロフ艇も入ってないです、これ。もうね、あれですよ、もうイクサランの、カードまでだな。のデッキなんで、てか、あれか。地底の遺体安置所が、カルロフ艇だった。ただ、これ以外はね、あれなんですよ。ファイレクシは完全なる統一とか、で、あとはイクサランですね、入っても。というカードで、構成されてるんですけど、非常に強い。リソースが潤沢。もうね、多分この動画配信する際は多分サンダージャンクション出てるのかな。これ今ね、録音はサンダージャンクションの前なんですけど、で、非常に強いんですよ。これはね、で、強いしか言ってないな。とりあえず戦っていこうと思います。はい、それでは、早速やっていこうと思います。はい、よろしくお願いします。2マナって、ちょっと3マナ欲しいかな。3マナ券が多いけど。ただ、あれですね、2ターン目、国盛の戦慄騎士でドローをしていくと。これどうしよう。土地が欲しいからちょっと一旦墓地に落としますね。はい。とりあえずコケモリの戦慄騎士で、ドローをしていこうかなっていうところでありますね。おっと、タップ状態で出ちゃった。やばいやばい。切り崩し構えておきます。コウモリが出てきた。どうしよう。先コウモリ打つか。カウンターがなかったね。コウモリで相手の反応を見て、腐敗層か。これあれですね。バントポイズンですね。毒性バントです。腐敗層がやっぱりキーカードになってくるので、絞りましょうか。ただね、腐敗層相手もう1枚あるか。これね、腐敗層がね、2つ場に出てると、毒性カウンターがね、2倍で出てくるよね。3体だったら3倍だけど。要は、スペル打って、毒が増えるスピードもね、速くなってくるからね。
この、腐敗層はね、めちゃくちゃ強いですよ。腐敗層はやっぱりね、縛っとかないとダメですね。うん。まあ皆さんご存知の通りだとは思いますけど、その、腐敗層はやばい。うん。でも、あれなんだよな。噛みつく相棒を入れてるっていうのがちょっと、あれ珍しいですね。珍しいのかな？結構みんな入れてんのかな？泥を加速する目的でっていうところなのかもしれないけど。お、森引きましたね。森引いた。これでやっと3マナ券出せますね。はい。何か飛んでくるか。1マナ。あ、木を見た干渉。はいはいはい。まあ、バウンスじゃないところで、まあ、嬉しいなっていうところですね。てかあれだな、これ森ないよ、相手。平地が出てきた。4マナ圏まで伸びてるのに、森がない。だから腐敗層も出てこないっていう状況になってますね。うん。衝動で泥を加速していくようです。はい。まあ、そうだな。相手の勇敢な姿勢でタフネス4以上破壊されるっていうのが、まあ分かってるんで、まあ分派は出したくないね。とりあえずスクレルブから除去。うん。スクレルブはね、自分のクリーチャーにね、呪言を与えることができるから、まあ、除去を飛ばすならまずスクレルブからっていうことですね。うん。そうしないとね、やられちゃうからね。うん、呪言でね、スタック乗せられて。まあ、なので、とりあえず、同志が出てきた。あれか。そっか、自分のクリーチャーにスペルを打って、まあ、毒性を与えるっていう手もあるし、同志で、そうだね。他の部下ですね。部下っていうか、なんつうの、弟子か。弟子をさ、伸ばしていくっていう、まあ、そういうデッキでもあり、要は、テーマとしては自分にスペルを打つデッキなんだろうな。うん。とりあえずコケモリの戦慄騎士を出します。うん。森出てこないね、相手。うん。まあ、とりあえずグリッササンスレイヤーで殴りますか。これね、勇敢な姿勢ね、タフネス4以上じゃないと破壊できないんだな。さあ、どうする？なるほど。じゃあ、スタックでのどくみ狙い打ちますか。はい。これ、文句がね、これ出てきて、多分、そうなんだよな。相手の墓地は、で、とりあえずグリス、どうだろうね。森出ないね。さあ、どうする？勝ちました。ありがとうございます。よろしくお願いします。3マナ切り崩し分派。名もなき年。うん。まあ、バランスは、いいけど、まあ、ちょっとあれかな。ポケモンの戦慄騎士とかがあるとよかったかな。あと、コウモリとか。まあ、そこら辺で、まあ、初手で、ちょっとあれだね。相手装備品か。除去残しておくか。残しておこう。まあ、切り崩しだけじゃちょっと心もとないなっていう部分があるので。おや？青赤ですね。青赤。さあ。どうしようかね。切り崩し一発打っとくか。フレイルが、どうなんだろうな。ちょっとね、悩ましいですね。フレイルをどう使ってくるかだな。これはね、プラ20になります。そうすると41。強いよな。ちょっと切り崩しで、やっときます。さあ。てかフレイルまた。フレイル2個あるじゃん。これプラ40になるってことね。強いな。ちょっと嫌ですね。なんで、クリーチャーが出ないようにね、除去とかでやっていきたいと。分派いると摂氏なんで、まあ大丈夫だけど。苦々しい処理で、非正放棄。ちょっとこっちもクリーチャーが焼かれ気味ですね。てかこれすごいね。そっか。それにフレイルつけまくってこと。これ嫌ですね。
苦々しい勝利を使うか。これ悩ましいね。接しで一回止めるか。地図やりましたか。はい。まあ相手はね、多分クリーチャーにそのフレイルとかをつけて、まあ攻めてこようかなっていう魂胆なのかな。これやばいぞ、これ。5-1になるじゃん。フレイルまたてかさ、フレイルどんだけ入れてるんだ、これ。これね、やばいよ、これ。だって、フレイル3個つけたらさ、プラ60じゃない強いよね。どんだけフレイル入れてるんだって話だけど。さあ、とりあえず苦々しい勝利はやりますか。カード1枚してますね。小屋、いきます。まあそんなにね、眠らずの小屋があっても、ちょっとマナがね、リーチャー化するのにかかってしまうんで、まあそんなにいらないかっていうところはありますね。謎めいた回答か。うわ5法2なんだよな。のど首で5法払うか。今一番やばいことって、クリーチャーがいることなんですよね。その、フレイルがつくと、一気にプラ60になると。まあ、もちろん装備のためにマナ1は必要なんですけれど、まあちょっとした弱いクリーチャーでも、フレイルがあれば、めちゃくちゃ強くなると。まあそういったね、リスクがあるんで、クリーチャー除去しようという感じですね。なるほど。はあ、この装備すると5法2になるわけですね。さあ、どうするか。相手クリーチャー、とりあえずライフ回復しときますか。まあ、フレイルといえども、まあブロッククリーチャーがあればね、いいんでね。まあ、それを用意する感じで、まあ、クリーチャーも用意しようと。で、これと。まあ、あとは、そうだね。どうしよう。5法にするか。まあ、こっちはね、クリーチャー除去がありますので、まあ、5法がちょっと嫌かなっていうところもあるんでね。さあ、ちょっとね、ハンドが息切れしてきたんで、コケモリとかやりたいところだな。さあ、とりあえず、警戒でアタックしましょう。まあ結構相手強そうなクリーチャーが入ってるんじゃないかなとは思うんですが、これ理想につけていくわけか。まああれですね、フレイルがめちゃくちゃつくと。で、5法もあるんで、そうか、そういうことか。さっきの裏向きのカードに5法の装備品をつけると5法が4になる。それが結構強いっていうことなんだな。ただ相手のタフネス5-2だし、とりあえず、攻めますか。はい。で、戦慄のささやき。で、クリーチャーを出します。で、まあ相手トランプルはないよね。なんで、コケモリの戦慄騎士をぐるぐる回すという感じでいくか。はい。さあ、相手はフレイルつけてくるんじゃないか。てかあれか。やばいね、これ。これ、フレイルに騒音の悪獣につけると。その後、騒音の悪獣飛ばすってやつですね。これは非常にやばいです。悪獣シュートですね、これ。システム的に悪獣シュートです。はい。危ない、危ない。めちゃくちゃパンプアップする前に悪獣は処理しておかないと非常に危ないです。はい。てかこれあれだな。これフレイルめちゃくちゃ強いじゃん。勝ちました。よし、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。3マナあるな。コウモリ、ベールのリリアナ、ブンパ、ディックスの命令ですね。バランスはいいかなと思いますね。まずは、こいつで、さあ、ライブラリーを見ていきます。3マナあればいいかなっていうところで、墓地に落とします。はい。相手のターン。沼か。沼、相手黒だったら、除去があると思うんですけど、リソースで勝てそうなんだよな。除去の場合。まずコウモリで絞っていく。除去じゃないね。これはもう見るからにディミーヤ増殖ですね。毒カウンターを乗せて、あとは増殖っていう感じで、毒を増やしていくデッキです。はい。バウンスとかね、増殖付きバウンスとか、そういうのがあったりします。ベンセールを入れてるのはちょっと珍しいかもしれないですね。ベンセールは毒性1マナなんですけど、ゴーレムがね、確かね、毒ついてないんですよ。で、黒翼の今週ですね。こいつ結構厄介で、墓地に落ちても増殖すると戻ってくるんですよね。これがね、非常に厄介です。はい。とりあえずどうしようかな。ベールのリリアナやっちゃう。ベールのリリアナやって、とりあえず墓地に落としますか。これね、まだ毒カウンターが乗ってないんですよね、僕。なんで、相手はね、ハンドのスペルが増殖系スペルなんですけど、毒乗ってねえけど増殖するかどうかどうしようかなみたいな感じで多分悩むと思うんですよね。で、でも悩んでね、もらって、そしたらベールのリリアナで、ハンドとかをどんどん落としていくと。ただちょっとこっちもね、ディックスの命令とかがあるんで、ちょっと使いどころは悩むよな。増殖前にベンセルを落としておきます。ゴーレムが出る前にね。はい。さあ、次は、これだな。ちょっとね、もったいないけど、ディックスの命令いきます。はい。ディックスの命令の、強みっていうか、使いどころとして、結構相手のクリーチャーが横展開した時に、パー2以下のやつを破壊したりとか、そういうことが出てきますよね。そういうところ、そういう感じで結構ね、入れてるんですけど、ディミーヤ増殖は、黒翼の今週メインかなっていうところもあるし、ちょっとね、それよりかは相手のハンドにある、増殖を行うスペルをですね、どんどん減らしていくと。そういうところが、一つの目的になっていくのかなと思っています。はい。黒翼の今週が戻りましたね。増殖してます。毒が乗らないですね。やっぱりね、結構ディミーヤ増殖のネックっていうのは、最初のポイントっていうのはね、最初の毒を与えるかどうかっていうところなんですよ。でね、結構、ファイレクシャーの、あれですよね、この前触れ、今、毒カウンターのせるこのスペルを、封じてしまったり、あとは黒翼の今週での、最初のね、毒をね、防ぐっていうところですね。それをやると、結構きついなっていうところはありますよね。ディミーヤ増殖は。僕もね、過去にディミーヤ増殖は配信したことがあるな、これ。で、結構ね、やっぱり、そんな感じでしたよ。1個目のね、毒が入ると強いんだよな。ここで多分増殖で黒翼の今週戻します。で、多分ね、出すんじゃないかな。それよりそっちだよね。そう。先にまず前触れするよねっていう。先に毒を与えたいよねっていうところなんだよな。はい。で、その場合、これ、こうやって、どうしよう。とりあえず黒翼の今週にしますか。でもね、状況が飛んでくる。はい。で、グリッササンスレイヤー出して、で、今度は、カード1枚ずつアンデスさせていこうという。
さあ、相手はどう？実験的占いが落ちた。まあね、除去が多分コウモリに飛んでくるんだろうな。うん。あ、違う、コウモリ、あ、これあれか、そう、生贄系スペルですね。はい。まあ、分波かね。うん。まあ、虚空翼の今週はやっぱり縛っておきたいし、まあ、グリスサンスレイヤー先制攻撃接しなんで、まあね、早々に除去されない限りは落ちないよね。うん。コンバットで落ちないよな、グリッツサンスレイヤーはな。うん。で、とりあえずポケモリの戦慄にし、反動をなくして、まず自分はね、反動を使い切る。盤面にどんどん出し切る。で、盤面制圧をしつつも、反動はない状態なので、ベールとリリアナの、ハンデスね。お互いハンデスが結構生きていくと。相手はね、リミア増殖で、やっぱりハンドのスペルが重要になってくるんで、はい。で、グリッササンスレイヤーでも、なるほど。はい。これでやっぱ毒カウンターですね。毒が3個乗ると、堕落が完成しますね。さあ、どうするか。まあね、頭蓋住まいの、多重質の頭蓋住まいあってもね、ここはね、まあ、クリーチャー生贄じゃなくて、反動をどんどん落としていくと。はい。で、どうしよう。まあ、頭蓋住まいなしでもいいかな。まあでも、接しで落ちてもいい、コケモリは。これいい。はい。で、これで残り4点です。で、コケモリの戦慄獅子も打っときますか。戦慄のささやき。で、ドローを加速させます。終焉を来たれで打ち消されました。ただ、これでハンデスが、ハンドがないよね。でも多分なすすべないよ。ブラスカの堕落。まあ、ここで落とします。はい。よし、勝ちました。ありがとうございます。